こんにちは、薬剤師のゆうです。今回は、大谷酸 A 錠剤と大谷酸の違いについて解説していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に入っていきます。まず、大谷酸 A 錠剤と大谷酸の特徴について見ていきます。大谷酸 A 錠剤と大谷酸は、ただ単に錠剤と酸剤の違いだけでなく、配合されている有効成分が異なります。まず、大谷酸 A 錠について見ていきます。4つの消化剤が配合されており、胃の中で脂肪を分解することで、胃もたれ、食べ過ぎに効いてくれます。また、直径 9.5 ミリの小粒の錠剤で飲みやすく、胃の中で素早く溶けてくれます。次に、黄体酸について見ていきます。7つの生薬が配合されており、飲みすぎや胸焼けに効いてくれます。また、持続時間の異なる生産剤が4種類配合されており、胸焼けや胃痛、胃の不快感に効いてくれます。それでは、黄体酸 A 錠剤と黄体酸の違いについて見ていきます。まず主な効能ですが、黄体酸 A 錠剤は、胃もたれ、食べ過ぎ、胃の痛みです。それに対し黄体酸は、飲みすぎ、胸焼け、胃の不快感です。剤形は、黄体酸 A 錠剤は錠剤なのに対し、黄体酸は酸剤です。有効成分は、黄体酸 A 錠剤は、消化剤が4種類、生産剤が3種類、牽引生薬成分が3種類で、消化剤が最も手厚いです。それに対し黄体酸は、消化剤が1種類、生産剤が4種類、牽引生薬成分が7種類と、黄体酸 A 錠剤と比べ、生産剤と牽引生薬成分が手厚いです。黄体酸 A 錠剤と黄体酸の有効成分について、もう少し詳しく比較をしていきたいと思います。まずは、消化剤の比較です。黄体酸には消化剤が1種類のみ含まれています。それは、ビオジアスターゼです。これは、でんぷんやタンパク質を消化する酵素です。それに対し、黄体酸 A 錠剤には、4種類の消化剤が含まれています。脂肪を消化する酵素であるリパーゼ AP6、タンパク質を消化する酵素であるプロザイム6、でんぷんやタンパク質を消化する酵素であるビオジアスターゼ1000、胆汁の分泌を促し、脂肪の消化を助けるウルソデオキシコール酸。黄体酸 A 錠剤には脂肪を消化してくれる酵素が含まれているため、脂っこいものを食べた後の胃もたれには、黄体酸 A 錠剤がおすすめです。次は生産剤の比較をしていきます。黄体酸 A 錠剤には3種類の生産剤が含まれています。1日量で炭酸水素ナトリウムが 1530mg、合成ヒドロタルサイトが 900mg、沈香炭酸カルシウムが 270mg 含まれています。それに対し、黄体酸には4種類の生産剤が含まれています。1日量で炭酸水素ナトリウムが 1875mg、沈香炭酸カルシウムが 400mg、炭酸マグネシウムが 78mg、合成計算アルミニウムが 820.2mg 配合されています。黄体酸 A 錠剤と比べ、黄体酸には配合されている生産剤の種類が多く、その配合量も多いです。そのため、空腹時などの胃酸の出過ぎによる胃の不快感には、黄体酸がおすすめです。最後は、牽引生薬成分の比較です。牽引生薬成分とは、味覚や嗅覚を刺激して、消化液の分泌を促し、胃を健康にする成分のことを言います。黄体酸 A 錠剤には、牽引生薬成分が3種類含まれています。経皮油、ウイキョウ油、レモン油の3種類で、これはどれも芳香性の成分です。それに対し、黄体酸には7種類の牽引生薬成分が含まれており、その中の経皮、ウイキョウ、肉づく、長寿、陳皮は芳香性成分で、ゲンチアナ、
苦気末は苦味成分です。黄体酸 A 錠剤と比べ、黄体酸には配合されている生薬が多く、胃を元気にする働きが期待できます。そのため、冷たいものやアルコールなどを飲みすぎて弱った胃に対しては、黄体酸がおすすめです。黄体酸 A 錠剤と黄体酸の注意点について見ていきます。1日量の黄体酸 A 錠剤中に食塩 1.1g 相当のナトリウム、黄体酸中には食塩 1.3g 相当のナトリウムが含まれているため、食塩制限中の高血圧の人は注意する必要がある。ちなみに、日本高血圧学会が推奨する食塩摂取目標は1日 6g 未満です。胃酸が中和され、酸度が調節されるため、同時に服用した薬などの溶ける速度や吸収に影響が出ることがある。黄体酸 A 錠剤と黄体酸は、錠剤と酸剤の剤形の違いだけでなく、配合されている有効成分が異なるため、適した症状も異なる。それでは、今回の動画のまとめです。黄体酸 A 錠剤には4つの消化剤が配合されており、胃の中で脂肪を分解することで、胃もたれ、食べ過ぎに効く。黄体酸には7つの生薬が配合されており、飲みすぎや胸焼けに効く。黄体酸中には持続作用の異なる生産剤が4種類配合されており、胸焼けや胃痛、胃の不快感に効く。1日量の黄体酸 A 錠剤中に食塩 1.1g 相当のナトリウム、黄体酸中には食塩 1.3g 相当のナトリウムが含まれているため、食塩制限中の高血圧の人は注意する必要がある。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。